皆さん、こんにちは。アボちゃんの観察日記です。今回は、パンジーとビオラです。2024年度に育てた苗の様子と、育てた花のお顔と名前を紹介しながら、その花について感じたことをお届けしていこうと思います。では、始めていきますね。2024年9月5日、種まきをしました。2024年の夏は、とにかく暑かったですね。パンジーやビオラは8月に種をまいて、年内に開花させて、長くお花を楽しむことができます。でも、あまりに暑すぎて、8月に種をまくのは止めておきました。一昔前は、盆が過ぎたら涼しくなるとよく言っていたものです。しかし、近年は残暑の暑さが厳しいですし、残暑がいつまで続くかわからないような感じですね。暑い中、毎日朝晩の水やりや管理をしていたけれど、いろんな悩みもあって、ある時、ぷつっと園芸ができなくなりました。この種まきは、ぷつっとなる、ほんのちょっと前に行いました。とにかく種をまかなくてはと思い、なんとか気力を保ってまきました。種まきした後は、直射日光の当たりにくい北側の玄関前で育てました。以前、ここで発芽した苗を、誰かに抜き取られて、その場に捨てられていたことがありました。ここで育てることは悩んだけど、ここしか場所が見当たらなかった。10月2日。この時は、すでに園芸ができなくなっていた頃です。発芽もあまり芳しくない種類もありました。いつもだったら、この時の水やりは、薄い液肥を与えていたと思います。でも、この時の私の状態は、水を切らさない程度にしか管理ができませんでした。水が切れていることも、時々ありました。でも、切れてても、苗がなんとか生きてくれていたので、水だけあげていました。雑菌が湧かないように、トレーは軽く洗っていました。そしてトレーに、そのまま水道水を入れて育てていました。12月2日。まだ、園芸に真剣に向き合えていない時期です。とうとう、3ヶ月も、この中で苗を過ごさせてしまいました。こちらは、それでもたくさん苗が育ちました。こちらは、苗がまばらに生えたものです。成長速度も種類ごとに違ってますね。でも、10月半ばから冷え込んできたので、土の表面には雑菌みたいなものが生えなかったみたいです。坂田の種さんのパンジー、よく咲くスミレ、ベリーラテです。赤と白のミックスです。種をまくとき、種の色が違ったので、同じもの同士でトレーを分けて育てました。それぞれのトレーを見ると、葉の形も少し違っているのがわかります。このベリーラテは初めて育てましたが、今回はあまり発芽させることができませんでした。でも、3ヶ月もこの小さいスペースの中で、よく株が育っていると思いました。種の色が薄かった方は、白いポットで育てることにしました。種の色が濃かった方は、黒いポットで育てました。その他の発芽苗も、ポットに植えていきました。先ほどのミックスの種だけ、ポットの色を変えました。種の色の違いで、花の色が違えば、その後の計画も立ちやすいですよね。花が咲く前に定植する場合に、役立ちそうだと思いました。あとは、葉の形とかでも判断できそうですよね。移植が終わりました。通常通りに育てたら、12月だと、もう花がポツポツ咲いてる頃ですね。2025年2月14日。種まきから半年が過ぎました。やっと咲いてきました。
これは滝井種苗産のパンジー、ウィンターパンジー F1 ナチュレ、ブロンズシェードです。アンティークカラーですね。今回初めて育てました。今回の発芽率は良かったです。次は、滝井種苗産のビオラ F1 フローラルパワー、テラコッタです。2024年秋の新商品でした。こちらもアンティークカラー、いい色ですね。こちらも、今回の発芽率は良かったです。次は、坂田の種さんのパンジー。よく咲くスミレ、ベリーラテの種の薄い色の方です。種の色が薄い方からは白が咲きました。中心が黄色で可愛いですね。どうやら種の色で花の色も選別できるようです。赤いのもシックな色でいいですね。このミックスの種は白とその他の色の2色の組み合わせで販売されています。気になった方は坂田の種さんのネットの販売ページでご確認くださいね。3月13日、滝井種苗産の F1 ナチュレ、ブロンズシェード。少しずつ開花が進み、葉がポットから溢れてきました。小さめの植木鉢に定植しました。3月22日、他のパンジーも咲き出してきました。右の2列は、坂田の種さんのパンジー、音のピンクシェードです。初の種まきで発芽率は良かったです。紫のパンジーは同じく音のパープルになります。こちらも初の種まきで、今回はあまりよく発芽させられなかったです。3月後半になってやっと定植しました。すだちの木の下にビオラ、フローラルパワーのテラコッタを植えました。このテラコッタ、花がどの株も同じ色なのが気に入りました。アジサイの前にパンジーを植えました。4月4日、それなりに可愛く育ってきたビオラ、テラコッタ。フローラルパワーは色によって株の育ち方が違うのですが、テラコッタはこんもり丸く、コンパクトに育つみたいです。剪定、切り戻しなどはしていません。色もいい感じで、とても素敵です。4月6日、F1 ナチュレ、ブロンズシェード。一つの苗の中でも、花の色が変わるようです。これも美しいですね。ちょっと場所が違って、光の当たり加減が違うだけなのに、花の色の濃淡が変わるみたいです。こちらは、黄色が強め、こっちも綺麗。4月7日、こちらのパンジーも綺麗に咲いてくれました。よく咲くスミレ、ベリーラテ。白も赤もとても綺麗。こちらも株が綺麗にまとまって育つみたいですね。画像ではわかりづらいかもしれないですけど、この赤いパンジーはとても色が美しいです。ぜひ実際に育てて実物を生で見てほしいです。こちらはパンジー、音のパープル。これも実物を生で見てほしいくらい美しい紫でした。ビオラ、フローラルパワー、テラコッタも日ごとに色が違うようです。液肥をあげた後や花が咲いた日数によっても色が変わるみたい。4月10日、いっぱい咲いてくれました。このブロンズシェードは上に伸びる性質があるみたい。たくさんの色合いでたくさんのお花の顔を見られるから、茎が上に伸びても全然構わないです。斜め上から見るとこんな感じです。ちなみに後ろから見てもとても綺麗でした。ビオラ、テラコッタはまた色合いが違っていました。従来のビオラと全然違う雰囲気で大人っぽい感じがします。遠くから見ると可愛らしく見えるので不思議です。たまたまなのか、こちらも成長具合が同じだったので、それなりにまとまって見えてよかったです。センスのある人に育ててもらえたら、もっとこのお花の魅力が出ると思います。5月5日。まだ5月に入ったばかりなのに、日差しが強くて、もう暑いです。
株が乱れていますが、花がまだ美しいです。この頃、このパンジーたちが、アジサイの株元を日光から守ってくれていました。すだちの下のビオラはこんな感じでした。この時は、すだちの花が咲き終わった後でした。動画に収めておけなかったのですが、すだちの白い花とビオラの赤い色がとても合っていて綺麗でした。5月13日。一番右のパンジー、ブロンズシェード。やっぱり上に伸びる癖が強いです。そろそろパンジーの見納めみたいです。こんなに咲いてくれて諦めないで育ててよかったな。このビオラ、綺麗だったな。また育てたいな。5月16日。アジサイ、ブライダルシャワーが咲き出しました。パンジーが見苦しくなってきました。5月18日。もう、取ってしまわなきゃ。アジサイが埋もれています。パンジー、ビオラが終わりました。取って気づきましたが、根っこはあまり生えていませんでした。パンジーの株元は、芋虫がいっぱいいました。取って正解でした。ということで、今回はここでおしまいです。今回は、パンジービオラの生命力の高さに助けられました。すっかり、花に癒されて満たされた今日この頃。これから、夏が来て暑くなりますが、また頑張っていこうと思っています。皆様も、健康に気をつけて、園芸を楽しんでくださいね。それではまた。最後まで動画をご覧くださりありがとうございます。よろしかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。次回もまた見てくださいね。